北アメリカ北極圏では、いつの頃からか、イヌクシュクと呼ばれる石像が作られるようになりました。イヌクシュクは、この地の先住民、イヌイットの言葉で、人の代わりになるものを意味し、目印となるものがほとんどない北極圏で、狩猟場などへ移動する際の標識として使われ、崇拝の対象となっているものもあります。近年の研究から、イヌイットの祖先が北アメリカに移住した頃には、イヌクシュクがすでに存在しており、イヌイットとは異なる人々が、北アメリカ北極圏に定住していたことが分かってきました。今回は、北アメリカ北極圏の古代集団と、イヌイットの起源について解説していきます。北極圏とは一般的に、永久凍土や氷河で覆われた、北緯66度33分以北の地域を指し、冬の気温がマイナス50度を下回ることもある、人類が定住した最も過酷な環境の一つです。夏至の前後には太陽が沈まない白夜が続き、冬至の前後には太陽が昇らない極夜が続きます。これまでのところ、北極圏で最も古い人類の痕跡は、北極海に面したエニセイ湾の断崖で出土した4万5000年前頃のマンモスの遺骸から発見されています。骨には、槍のような鋭利な武器の先端で突かれたような傷があり、傷跡には石の破片が残っていました。この時代のユーラシアには、ネアンデルタール人とデニソワ人も居住していましたが、北極圏でマンモスを飼っていたのは、高度な共同作業に長けていた原生人類だったと推測されています。最終氷期のシベリアは、針葉樹林の広がる現代の環境とは異なり、寒冷ではあるものの乾燥した気候のため、積雪量の少ない広大な草原が広がっていました。この草原はマンモスステップと呼ばれ、絶滅したマンモスやケブカサイ、ステップバイソンなど、多様な動物が生息しており、人類はこれらの動物を追って、シベリアに移動してきたと考えられています。北極圏で発見されている原生人類最古の遺跡は、ロシア北東部シベリアのヤナ川下流域で発見されたヤナ RHS です。この遺跡は3万2000年前頃のもので、数十メートルから数百メートル離れて分布する複数の遺跡で構成されており、北極圏における人類の定住を示す最古の考古学的証拠となっています。遺跡から出土した3万1600年前頃の2人の男児のゲノムに代表される古代北シベリア人は、ゲノムの3分の2が古代西ユーラシア人に由来し、残りは古代東ユーラシア人に由来すると推定されています。出土した多くの動物の骨からは、トナカイが主な獲物であり、ステップバイソンやヒグマなども飼っていたことが分かりました。マンモスの象牙と骨が種類ごとに分類された状態で大量に出土しており、樹木のほとんどないマンモスステップでは、マンモス狩りが主に象牙と骨を建築材料として利用するために行われていたと考えられています。遺跡の規模や密度から、古代北シベリア人は長期にわたり、シベリア北部に定住していたと見られていますが、寒冷化がピークに達した2万6000年前頃から2万1000年前頃の間に、ヤナ RHS に代表される文化は消滅しました。シベリアのバイカル湖近くのマリタ遺跡で出土した2万4000年前頃の男児に代表される古代北ユーラシア人は古代北シベリア人の子孫、あるいは姉妹関係にあることが明らかになっており、古代北シベリア人がシベリア北部から移住した可能性が示唆されています。2万5000年前頃から2万年前頃、古代北ユーラシア人と古代北部東アジア人が混ざり合い、シベリアの集団と、当時、シベリア北東部とアラスカの間に存在した、ベーリンジアと呼ばれる地域の集団が形成されました。古代ベーリンジア人と呼ばれるベーリンジアの集団は、アラスカ中部の遺跡で出土した1万1500年前頃の2人の乳児に代表され、ゲノムの 36% が古代北ユーラシア人、残りは古代北部東アジア人に由来すると推定されています。この古代ベーリンジア人からアメリカ先住民の祖先集団が分岐し、
アメリカ大陸に拡散していったと見られています。古代ベーリンジア人は9000年前頃までアラスカで存続し、その後絶滅したか、アメリカ先住民に吸収されたと推測されています。一方、シベリア人と呼ばれるシベリアの集団は、コリマ川流域の遺跡と、バイカル湖南部の遺跡の個体のゲノムに代表され、ベーリンジアの集団に比べ、古代北部東アジア人からの遺伝的影響が強くなっています。最終氷期後の温暖化で氷床が融解し、ベーリンジアが海面下に没した1万1000年前頃以降、数千年にわたり、シベリアとアラスカの間で人類の移動はほとんどなかったと見られています。また、湿潤化によって、マンモスステップが針葉樹に覆われ、主要な狩猟対象となっていた、マンモスやステップバイソンなどの大型動物が絶滅したため、これらに依存していた人類は、新たな環境への適応を迫られました。シベリアでは、1万3000年前頃から、細石器などを特徴とする中石器時代へ移行し、シベリア東部を中心に、スムナギン文化が広がります。スムナギン文化では、シベリア各地の先住民の間で使われているテントと、基本的に同じ構造のテントが使われていたと見られています。当時、大陸の一部だったシベリア北部のジョホフ島にある8000年前頃の遺跡からは、犬ぞりの滑走部材が出土しており、ジョホフ島に生息していた9500年前頃の犬のゲノム解析では、この犬がグリーンランドドッグやアラスカンマラミュート、シベリアンハスキーと共通の祖先から分岐したことが示され、ソリ犬の系統は少なくとも9500年前には確立されていたことが明らかになりました。また、別の研究では、ジョホフ島の遺跡の猟犬とソリ犬は、それぞれ交配によって品種改良されていた可能性が高いと報告されています。シベリアでは7000年前頃から魔性石器や土器の使用を特徴とする新石器文化のシャラフ・ベルカチ文化が広がりました。この文化の担い手のゲノムは8割がシベリア人に由来し、残りは古代北部東アジア人の関連集団に由来すると推定されています。近年の研究から5500年前頃、ベーリング海峡を渡り、シベリア北東部からアラスカへ移住した人々が、シャラフ・ベルカチ文化の担い手に起源があることが分かってきました。彼らはエスキモーと呼ばれ、人類史上初めて北アメリカ北極圏を横断し、4500年前頃、グリーンランドに到達しました。エスキモー最初期の文化は、極北小型石器文化とも呼ばれ、プレドーセット文化や砂漠文化などが知られています。エスキモー文化の人々は、海辺のアザラシや海鳥、内陸のジャコウウシやカリブーなどを狩るために、季節ごとに移動し、赤炉の周りに10基のテントを張って暮らしていました。テントや燃料に使われた木材は主に、シベリアの河川から漂着した流木でしたが、砂漠文化では3500年前頃から、アザラシの油を燃料とする、滑石から作られたランプが使われ、流木に依存せず、暖と明かりを得ることができるようになりました。砂漠文化の遺跡で発見された4000年前頃の毛髪のゲノム解析からは、毛髪が若い男性のもので、ゲノムの7割がシャラフ・ベルカチ文化集団、残りは古代北部東アジア人の関連集団に由来すると推定されています。この男性は、シャベル型摂氏や乾いた耳垢などの東アジア人やアメリカ先住民で一般的な形質を多く持ち、薄毛になりやすく、代謝は極寒での生活に適応するよう遺伝的に調整されていました。ベーリング海峡周辺域では4500年前頃以降、アザラシ漁を中心とした海生哺乳類の狩猟文化が広がり、2200年前頃以降、セイウチ猟を中心としたベーリング海文化が栄えました。このベーリング海文化に起源を持ち、外洋で捕鯨を行う技術を発達させた人々は、アラスカ北西沿岸地域から北アメリカ北極圏に拡散し始めました。彼らはトゥーレ文化集団、あるいは新エスキモーと呼ばれ、
北アメリカ北極域を中心とした地域に住むイヌイットやユピックの祖先です。この頃北アメリカ北極域には神秘性を優先して作られたとみられる石器やセイウチキバ製の精巧な彫像、表情豊かな木製の仮面などを特徴とするドーセット文化が広がっていました。遺跡からはシャーマニズムに関連する遺物が数多く発見されていることから、ドーセット文化集団は強い霊的信仰を持つ風変わりな人たちだったと考えられており、容器やオイルランプの材料となる滑石の採石場に刻まれた180にも上るペトログリフもシャーマニズムとの関連性が指摘されています。ドーセットの人々は普段は20人から30人程度に分散して暮らしていたと見られていますが、各地に存在する大型の共同住居、ロングハウスでは、広域から人々が集い、活発な交流や宗教的な儀式が行われていたと推測されています。ドーセット文化では、エスキモー最初期の文化で見られた弓矢とドリルの技術がなく、犬を飼っていた証拠も発見されていないことから、ドーセット文化集団は、エスキモーとは起源が異なっているとする説も提唱され、その起源をめぐっては長年論争が続いていました。しかし、ゲノム解析の研究から、ドーセット文化集団は、エスキモーの系統であることが明らかになり、エスキモーは4000年にわたり、他の集団と混じり合わずに暮らし、母系ハプログループの多様性が非常に低かったことも分かりました。ドーセット文化に弓矢やドリル、犬が存在していなかった理由に関しては、食料の大部分を森を使うアザラシ猟に頼るようになり、弓矢が忘れ去られたとする説や、たびたび起きた寒冷化の影響で、人口が激減した時期に、それらが失われたとする説。シャーマンの導きによって、弓矢とドリルを放棄する集団が現れ、ロングハウスでの交流を通じて、文化圏全体に波及したとする説などが提唱されています。高度な弓矢や捕鯨の技術に加え、大型の船、海アックや犬ぞりといった優れた移動手段を持つトゥーレ文化集団は、急速に北アメリカ北極圏に拡大し、ドーセット文化集団にとって変わりました。2024年の研究では、考古学的証拠などから985年頃以降、グリーンランド南部に入植したノース人が、ドーセット文化集団やトゥーレ文化集団からセイウチの牙を入手するために交易を行っていたと推測されています。トゥーレ文化集団とドーセット文化集団の間に交流があったのかどうかは議論されていますが、トゥーレ文化集団が捕鯨で使用した森の先端、森頭には後期ドーセット文化で使われるようになったものと同じ鉄隕石が用いられていました。この鉄隕石はグリーンランド北西部のケープヨーク周辺に散在していたことからケープヨーク隕石と呼ばれ、トゥーレ文化集団の東方への急速な拡大は、ドーセット文化集団から得た鉄隕石の情報が引き金になった可能性も指摘されています。鉄隕石以外にも、イヌイット文化の最も特徴的な象徴であるイヌクシュクと、圧接ブロックを積み上げて作る簡易住居、イグルーは、ドーセット文化の人々から、トゥーレ文化の人々に受け継がれた可能性が高いと考えられています。2019年の研究から、トゥーレ文化集団の形成には、初期のエスキモーとアメリカ先住民が深く関わっていたことが明らかになりました。5500年前頃、エスキモーがアラスカに移住して間もなく、アメリカ先住民との交流によって、ゲノムの4割が、エスキモー、残りがアメリカ先住民に由来する集団が形成されます。この集団は2つに分岐し、一方はアリューシャン列島の先住民、アレウト人の祖先となり、もう一方はアラスカ北西沿岸地域で発展し、その一部はシベリア北東沿岸地域へ移住しました。移住した人々は、エスキモーに近縁なチュクチ人やコリャーク人の祖先集団から 15% ほど遺伝的影響を受け、ベーリング海文化を発展させます。この、ベーリング海文化の担い手がアラスカへ渡り、
トゥーレ文化集団に発展したと推測されています。これまでの研究では、トゥーレ文化とローセット文化の人々との混合はなかったことが示されており、4000年以上、厳しい環境の北極圏を生き抜いてきた、エスキモーは、ローセット文化の人々を最後に、遅くとも1500年頃には絶滅しました。ローセット文化集団の絶滅は、トゥーレ文化集団の拡大が原因だったとする見方もありますが、10世紀頃から始まった北極圏の温暖化によって、海氷を利用したアザラシ漁ができなくなり、絶滅した可能性も指摘されています。また、トゥーレ文化集団、あるいはノース人からもたらされたユーラシア由来の感染症によって、ローセット文化集団が絶滅したとする説も提唱されています。一部のイヌイットの間では、最初の住民は大柄で、仕留めた巨大なセイウチを一人で運んで帰るほどの怪力を持っていたが、隣人との接触を避ける寡黙な人たちだったと言い伝えられています。